チェンバーボーン。アップデート7。効率重視のギッチギチの階層化をした立体農園を建設しせっせと水の無駄を減らそうと頑張る我らがビーバー。しかし干ばつ明けはご覧の通りのカッサカサ。今回も頑張って節水に励むぞー。まずはこの世界、エクスペリメンタルモードに更新しましたのでご連絡いたします。この開発版では動作が軽快となり、ビーバーのカクカクした動きが改善されました。ここからはバージョン 0.7.9.4 部でお送りいたします。最後までちゃんと読みなさいよ。長えんだよ。では新立体農園を本格稼働させるため、旧立体農園を解体して農場を建てるぞー。こっちみたいにちゃんと農場を用意しないとだな。てなわけでトンネル使って支柱を爆破して崩すのだ。爆薬使ってビル解体、ビーバーの解体作業はダイナミック。ただいまゲーム内3倍速で作業中。管路がキラキラしてるがカクついてない。これは開発版いい仕事してるぜ。だいぶ軽くなった。うっかり壊しすぎて、水だばー。はよ直せ。いっけー、ビーバー公平よ。古き施設を解体するのだー。爆破仕事はお手の物。精鋭たちの活躍で工事開始翌日には崩落準備を完成させた。で足場崩した結果がこれですよ。微妙に指示ミスした模様。糸かなし。やべ、解体作業に夢中になってたら中央の湖溢れちゃってたよ。貯水湖の水少ないのにダダ漏れ。この部分から漏れてるっぽい。川幅調整した時にうっかり削っちゃってた模様。ボンミス。解体中の農園に、取り残されし者ありけり。この世を儚んだ2体の獣は一つとなり、オルトロスビーバーと進化し世界を荒廃させた。悪霊退散、消えー。己悪霊、宙にとどまるか。消えた。などという茶番をしながら無事旧立体農園の解体が完了した。おい。では農場建設の足がかりに片付けと管路の敷設をおなしゃーす。さあキビキビ作業せ食料生産止まってるから急がんと備蓄がなくなるよ。ビーバーたちはものすごい勢いで丸太を担いで運んだ。で農場の設計は、こんな感じになりそうろー。すべてのフロアに管路の駅と農場が一つずつあるぜ。管路使えば農場同士でフォローできるから効率よく作業できるかな？だな。そしてアクシを明け4日でお次もアクシを警告。今回もあまり貯水できてなさそうだ。完全に空になってたからさすがに溜まってないねー。猶予はあと3日、なかなか手厳しい。この農場が稼働すれば少しの放水で大量の食料が得られる、生き残るために最善を目指すのだー。そしてここまで建設して気づく、このフロアベリーだから農場じゃ育てられんと。ベリーは植林だから森番の詰め所だな。でも建設直前に気づいてよかったぜ。作業範囲が収まるか心配だったけど、農場と同じでぴったりのシンデレラフィット。ベリーは植えっぱなしで OK だから後で建て替えてもいいぜ。わずか3日で完成、生産再稼働。これで食料安泰だぜ。貯水が微妙な状態でアクシを22日が襲来。最悪ではないがかなり辛い。貯水湖までしっかり水路を流すため、手前に段差を設けた工事の結果を確認。段差部分排水成功。しかし結局全てを流し切る前に流れが止まった。途中の部分はそのまま乾いて消滅、節水失敗。以前こっそり入れてたハーフルーフのモッドがアップデートされてオンになってたのでついでにご紹介。こんな感じの可愛い屋根が追加されます。まあ使う予定ないけど。おい。さて工事終わったんで建設足場にしてた管路を撤去。構造上ここが凹んでしまい悩み中。支柱を増やせば埋めれるけど見た目が微妙だな。凹んだ地形の方が見た目好きだしそのままにしましょ。在庫処分の無限動力拡張工事、1万あった丸太が残り1000に。こりゃまた丸太不足になりそうだ。いのー、ちの水。川の放水を忘れカッサカサの図。そういえばここ3マス幅に揃えて、高さも湖と合わせようと思ってたんだった。工事計画すら忘れてしまう。これが悲しいビーバー脳である。いろいろ壊すことになるけど湖中央のエクササイズプラザに川をつなげたら、見た目かっこいいし緑地範囲も広くて最高。で貯水やばいのに川など維持できるかー。うちのレイムさんは情緒不安定。節水のためこれで我慢してください。川の維持を諦め松ヤニの生産だけ保護した。てなわけでダムの放水が終わったら、川の維持やめるのでマングローブはおしまいだよ。今後マングローブは高級食材となります。周辺も合わせて平坦化するぞ。植林地も全撤去だー。川が枯れたら植林範囲がまた縮小だ。立体農園の作付けができましたー。マングローブの実を失うことになったが、こと食用に関してはこれで困ることはなさそうだ。
SDGs、継続可能なビーバー社会。私の丸太が、まだ3分の1くらい麹残ってるのに丸太枯渇。節水で植林場かなり減らしたから生産量もかなり減ってるのに。参ったな。仕方ない、一箇所だけ放水再開して植林場を稼働させましょ。丸太がないと開発が進まん。そうだ、丸太ならここにあるじゃん。当時は土砂がなくて丸太で建設したが今は立場が逆、解体して丸太をゲットだ。やっぱー、丸太数千をゲットだー。壊した部分は地形ブロックで作り直すぞー。ついでに3マス幅に狭めて蒸発対策もしておきましょ。流水に効果あるかわからんがやらんよりマシかな。私の丸太が地方、設計で土砂を重ねた際に瓦礫が消滅。3000以上あったはずなのに100本しかないじゃないか。こらお前私の丸太を探しに行けー。微動だにしないビーバー、さすがのビーバーも異空間に飛ばされた丸太は拾いに行けなかった。糸かなし。ビーバーたちが丸太探しどころか建設にも行かなかったので、確認したらブロックの方向が微妙で設計やり直し。水路をまっすぐ工事よりも横からやった方が同時に作業できて効率いいな。さあ皆の者、キリキリ働けー。一斉に駆け出すビーバー、指示出しさえしっかりしてればしっかり働く彼らは働き者。もう夕方だけど一匹一袋運んでから帰ってください。定時前でもずらっとビーバー。ぐぬぬ、丸太、丸太放水実験場の堤防も解体して丸太を捻出する丸太貧乏。お前、暇そうやなー。早いな、丸太と土砂の入れ替えもう終わったのか。ならば追加で水道橋をすべて3マス幅に改修工事だー。丸太がなくて他の工事もろくにできんので、効果が怪しい節水工事をビーバーたちに丸投げした。ついでにここも盛り土よろ。細かい修正入りまーす。節水のためだ、すまぬ、中身凍結。板が多すぎで瓦礫が片付けられないので製材所稼働停止。そもそも原料の丸太もねえしな。立体農園前にある湖に注水する清水弁周りを3マス幅に改修工事。資材ないからコツコツ工事だ。こんな感じになりそうろー。綺麗に整いました。高架水路掘り下げ、葉っぱ水が止まった時に流れ切らず乾いてしまう問題を解決するため、湖手前側が一段低く改修された。丸太をよこせー。丸太貧乏お嬢様、運搬員の拠点を破壊して丸太を強奪。あら珍しい、運搬員が暇そうにしてるぜ。大半のものが倉庫いっぱいで生産も止まってて何も運べない、豊かさの証だね。肝心な丸太がねえけどな。糸かなし。今までクソお世話になりました初期の工場区もこれで完全撤去が完了だ。ここも湖の高さに揃えて平坦化するぞー。ものすごい勢いでビーバーたちが作業してくれてるが、これといって開発の計画もないただの爆薬在庫処理である。丸太ないんだから仕方ないでしょ。安全確保のために深夜の葉っぱゲームクリア時に爆散ビーバーの表示がされるからごまかせない、やらかさないように最善の注意だ。そうだ、立体農園稼働してるし、こっちの畑潰して植林しよっと。湖周りは常に緑地、減った植林地を再生するのにもってこいだ。農地をぶっ壊せー。食料は余ってる、好きなだけつまみ食いしていいぞ。では森番の詰所をほいっとな。結構広い範囲で丸太が取れそうだ。ここ地形いびつなんで埋め立てしまーす。中身いい。こうして多少の犠牲はあったものの植林面積が復活しました。すまねえ中身、恨むなら霊夢を恨んでくれ。きっとビーバーがこっそり保管して再利用してるよ。食品工場前も農場を片付けて、植林地に変更だー。これで次のサイクルには丸太貧乏脱却だぜ。ダムを手動で放水して湖に注水。ダム閉鎖に向けて着実に作業が進んでおります。ビーバーたちが暇になっちゃうので、川辺も葉っぱで平坦化することにしました。ヒーハー、この世の全てを更地にするのだー。ビーバーたちに暇を与えないためなら、景観なんぞ気にしねえのストロングスタイル。朝だー、起きろー。最悪の起こし方で草。そして一斉に起き出したビーバーたちの挙動も重なり、がっつりラグが発生。せっかくの大規模葉っぱなのにガックガク。爆破はただでさえ処理重い、早朝にやったのは大失敗だったよ。夜は軽いが暗くて見にくい、昼間はビーバー事故が怖いし爆破動は難しいぜ。この葉っぱで川が消滅しました。少し残ってる水が乾いたら、この辺すべてカッサカサになりそうだな。コーヒーもこのままだと枯れちゃうねー。在庫いっぱいあるけどこれも栽培地の変更が必要だな。
さて段差あるし、ここも再開発で解体だー。初期の家とか思い入れあるから、壊すのちょっともったいない。医療ベッドの撤去も必要、豪邸横に移設しましょ。ほとんど使う機会のない除染ポットも併設しました。コールドスリープしていたどうしよ、今こそ立ち上がる時だ。ビーバー増やす気になったのか。いやこっちの稼働中のポット撤去するんで。中身いい？気に入ってたけどこのお家も撤去。大事なものを色々失った。解体、さっさと解体。瓦礫となって丸太もいくらか再利用できそうだ。放水開始。川がなくなってカッサカサになったが無理やり松ヤニの生産を維持。まあ在庫は余裕あるけどね。さあ爆薬設置と並行して川の対岸も撤去だよー。デストロイヤーレイム、暇を持て余しさらなる破壊を命じた。地区の中心デストロイ。影響が大きいため夜中にこっそりデストロイ。新たな中心は湖の真ん中。忘れかけてる都市名、カルデランドを付け直した。その結果がこのボットたちの反乱である。ボットたちの制御が効かない、町の中心を取り囲んで何をする気だー。しかししばらくすると制御が戻り、次第にボットたちは自らの職場に戻っていきました。AI の反乱かとヒヤッとしたぜ。無限動力使ってるから、ナンバークランチャーが暴走したら止められないかもね。ビーバーいつか我らが支配する。自我に目覚めてる？なんてこった、ビーバーたちが並べられてるぞ。大丈夫？息はしてる？などと町の中心を動かした影響で色々おかしな挙動が発生したけど、朝になりビーバー起床。多分寝てるところを別地区に割り当てされて、強制で追い出されてそのまま外で野宿になっただけだな。はい、新しい職場が割り当てられた子から起きて出勤してください。これも AI の暴走か。謎の浮島が生まれた。さて色々あったけど解体作業を再開。元ずるい水路、放水もしなくなったので完全撤去。はい、川の対岸の撤去作業が終わったから、次は平坦化作業に入りまーす。ビーバー建設株式会社本社から、ずらっと職人さんが作業しております。わずか1サイクルで初期の面影が全部吹き飛んだ。創造のための破壊であります。いのーちの水。長かった悪潮22日が終了し水路に水が戻って、で多い水溢れてるぞ。やっべ5つの水源に対して水路3マスじゃ狭すぎだった。急いで修正工事だ。ここまで流れれば低くなってるから溢れても平気。放水直後は荒ぶってたけど意外といけたか？水道橋改修工事成功を祝しまして葉っぱ大規模葉っぱで平坦化、もはや昔の面影すらなし。水を漏らすな、一滴でも多く貯水するのだ。急ピッチで一段高くして水漏れ防止だ。ギリッギリのところで耐えております。流量多すぎでこれは際どい。立体農園大豊作。一部作物が収穫できないレベルで育っております。貯水庫にどれだけ貯水できるか観察するので、その間ビーバーたちは12時間労働にしてあげましょ。久々の休暇。ただいま水位は 0.59 のほぼ貯水なし状態。相変わらずの厳しい状況。だというのにお前というやつは、水だばー。はよ直せ。せっかく作ったのに畜生。結局一段下がるところまで4マス幅に戻すことにした。危ね、悪潮対策忘れてた。少し形変わったから溢れたりしないか心配だ。ちょい溢れたりもしてるけどとりあえず水流は落ち着いたかな。そして悪潮明け4日で干ばつ警告。今回も貯水の猶予が短い。だというのにお前というやつは、ちょい漏れた。こりゃ4マス幅でも有料ギリっぽいな。この水を無駄にしない対策をせねば。てなわけで溢れた部分を汲み取るシステムを考案。こぼれた水も無駄にはしないぜ。やっべ工事ミスって二次災害。こらこら。取りまこんな感じで落ち着きました。あとは干ばつ明けの挙動を見て確認だ。で貯水はこんな感じで干ばつ20日が到来。可もなく不可もなくって感じだな。では干ばつが始まり、水道橋の水がいい感じに排水された様子が確認できたので街の様子を見て締めましょ。だんだんにした成果が出てるな。ポツンと残った松用の放水場と平坦化された大地。この土地ではその昔、奴隷房と呼ばれる施設でビーバーを働かせておったのじゃ。こらこら。丸太不足の原因となった、無限動力の拡張工事はもう少しで完工。丸太の備蓄も増えてきたから、ここらで一気に完成させても良さそうだ。ベリーも実って完全体になった立体農園。あとはコーヒーとマングローブをどうにかしたいぜ。ではこんなところで今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、高評価、よろしくお願いいたします。
丸太不足で停滞するも着実に発展を遂げるビーバーの街。続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。またねー。